皆さんお疲れ様です。さおりです。皆さん第1回目のねラジオ形式での動画好評いただいて本当にありがとうございます。ということでね、早速第2本目話していこうと思います。でこれちょっと見てください。会社からねこのプラントキットが送られてきたんですよ。すごい私なんか観葉植物とか育てたことなくてなんですかね、いいなと思ってたんですけど、今までチャンスがなかったんですけど、こんな素敵なねキットをいただいたので枯らさないようにちゃんとね毎日お世話をして内面も美しい女性を目指したいと思いますそれはさておきね、今日ちょっと何について話していこうかなっていうとこなんですけど、実はですね私年末年始にもうすごい嫌なこととか大変なことがすごい続いたんですね。で何かっていうと、まず怪我をしてですね、もし私の Vlog とかをちょっと見てくださってる方はわかるかもしれないんですけど、私バイスケを毎週ね平日の仕事終わりにローカルのチームに入っててでやってるんですけど、そこでねちょっと不注意やりすぎたわかんないんですけど、で怪我をしてしまってですね、めっちゃ痛いっていうのがあって、ちょっとバスケもちょっとの間できなかったりしてしんどかったのと、あとは年末年始にタイに旅行に行ったんですけど、私そこで食当たりになりまして、着いて2日目ですね。特にすごいローカルの生のものを食べたとかっていうわけでもなくて、だから未だに何が原因だったかが本当に分かってないんですね。なんですけど2日目のランチにカカオライスみたいなのと、あとトムヤムサラダを食べて、あと普通にチャンビールを飲んだんですけど、でその後から急に眠くなって、でもうずっとだるくって、でただ疲れてたのかなって思って、深夜便で行ったのでちょっとホテルで休むねごめんねって言って休ませてもらってて、その日の夜ご飯ムーガタっていうタイ式の鍋とバーベキューが一緒になったみたいな後日に食べてめっちゃ美味しかったんですけど、この料理を食べに行こうって、で結構有名なお店だから並んでたんですね。着いたらでわざわざホテルからタクシー乗って行ったんですけど、で着いたら、普通にウェイティングリストがあって、で待ってたんですね。そしたらもう本当にだるくて気持ち悪くて、あれこれ食べたらワンチャン吐きそうみたいな時あるじゃないですか。それで本当にごめんみたいな感じでもうちょっと帰らせてもらって、で、次の日の朝ですね、お腹は空っぽの状態だったので、食べれるかなと思って、でその日はツアーを予約してたんですね。朝から飲んで朝ごはん食べに行って、5口ぐらいでもう本当に無理ってなっちゃって、でもそのツアーもう行けなくて、でずっとホテルで寝てて、で結局もう辛すぎて現地の薬局に行って、抗生剤をくれ、もうこういう状況ですっていうのを説明してもらって、で飲んでたんですけど、それでもね熱がすごいどんどん上がっていくんですね。なんでもこれ病院行かないとダメだぞってなって病院に行って、でそれこそ本当にもう現地のね病院です、こんな感じの病院に行って見てもらって、で薬を出してもらって、それを飲んでまたその日も寝たら結構元気になりました。全部で8日間だったんですけど、最初の4日間をもう丸々潰しちゃって、最初バンコク行って、でバンコクでダウンして、そこでプーケットに移動したんですけど、プーケットはね結構、食べるのはすごい怖かったんですけど、様子見ながら食べて、楽しめた感じで、そういうねちょっと不運なことがあったんですけど、っていうのが2点目で、あとね、なんかあったんですよね。他にもちょっと忘れちゃったんですけどっていうのがありました。ちょっと話がね前置きがちょっと長すぎるんですけど、
私実はそのタイミングでおじいちゃんが亡くなったっていう連絡をね家族からもらいまして、で、本当に、最初ねちょっと体調が悪いっていう連絡をもらった時はもう本当に驚いてしまって、精神的にもしんどくて、その母から連絡もらった時は本当にアップセットしちゃったんですけど、すごく元気なおじいちゃんで、毎日ね朝も歩いてなんか8000歩とか歩いてたのかな、毎日で。本当に60代でも世界中旅したりとか、お酒とかご飯も本当にたくさん食べるようなパワフルなおじいちゃんで、なんかみんなが不死身だ不死身だみたいな感じでそう言ってたおじいちゃんだったから、本当にショックで受け入れられなくて、でその1週間後くらいに亡くなったっていう連絡をもらって、本当に急遽だったんですけど、会社をね休ませてもらって日本に、4日間ぐらいだけ帰ったっていうのがあったんですけど、そこでですねやっぱり海外で生きることについて改めて考えさせられたりとか、あとは家族っていうことに関してですね、もうすごく考えさせられました。っていうような経験があったので、今のね考えっていうのをシェアさせてもらったらなと思ってます。でですね、この観葉植物なんですけど、会社の方から沙織は家族と離れて住んでるから、少しでも心の支えに私たちがなれたら嬉しいなと思って、この観葉植物を送るねっていう風に言ってくれて送ってくれて、私本当に恵まれてるなって思ったんですね。すごくいいチームにいて働かせてもらえてて幸せだなっていう風に思いました。なんか本当にその言葉だけで私はすごく救われて、なんかやっぱり家族と離れて住んでると孤独っていうのをね感じるんですよね。もちろん自分の家族がこっちにいたら違うんだと思うんですけど、私の場合は本当に単身で来ていますし、なんか今回の件があってから、何かあってもすぐに帰れない距離にいる、なんかそれなのに自分ってここにいる意味あるのかなとか、家族より大事なものってやっぱり私にとってはなくって、で日本にね一時帰国して両親と、あと兄弟にもね、会う機会を、おじいちゃんが作ってくれて、みんなでね久しぶりに会ったんですけど、でそういう時間ってすごく大事だし、あとは海外に住んでると、日本にいる時よりもやっぱり圧倒的に顔を合わせる機会、直接ですね会って触れ合えるっていう機会はもうガクンと減ってしまう。でじゃあ年に1回2回日本に帰れるとして、で両親がじゃあ、仮にじゃああと20年生きるってなったら、じゃあもう会えるのは20回30回40回しかない、もうあるって捉えるかはまた別ですけど、私はしかないんだっていう風に思ってしまって、本当に一回一回をね大事にしないといけないですし、やっぱり思ったことっていうのは口頭でもいいし、メッセージでもね、手紙でも本当に何でもいいと思うんですけど、本当に伝えないといけないなっていうふうに今回のね経験を通じて思いました。なんかおじいちゃんにも感謝の気持ち、私最後に伝えたのいつだったかなっていうふうに思って、すごく悲しくなったんですよね。なんかやっぱりそういう別れとかって突然に起きてしまうし、またやっぱり会えるってどこかで、ずっと思っちゃってて、で、大事な人がねいつどこでいなくなってしまうかってやっぱりわからないから、本当に自分の今ね日本にいる家族を例にとって話して
いるんですけど、家族はもちろんのこと、今ね自分の周りにいてくれてる人たちにできるだけ言葉でね感謝を伝えれるように意識していきたいなっていうふうに思いました。お父さんお母さん、私のね家族も私の YouTube を見てくれてるんですけど、本当に育ててくれてありがとう。いつも応援してくれてありがとう。はい、すいません、ホームビデオみたいになっちゃったんですけど、そうですね。なので皆さんもね、もしこの動画を見て、確かに最近身の回りの人にね感謝伝えれてなかったなとか、やっぱり人って忙しいと自分のことばっかりにやっぱりなっちゃって、それってね、しょうがないことだとも思うんですよ。でもやっぱりね、一息ふっとついた時にパッと顔を上げて、周りのやっぱり人の助けがあってこその自分だなって私もすごく思うので、一緒にね、感謝の言葉を伝えていけたらいいななんて思いました。じゃあちょっとそうですね、海外で、一人で住むことっていう面に関してなんですけど、留学ワーホリとか短期って決めてね海外に住むのと果たして永住するのかっていうと、本当にまるっきり話が別だなというね風に最近感じておりまして、やっぱり海外に住むって言っても生活なので、リアルは全然キラキラしてなくってですね、もちろん人によると思うんですけど、じゃあ例えば外国人の友達がたくさんできて、英語を話す人たちに囲まれてパーティーしていろんなところに遊びに行ってみたいなのって、もちろん留学とか海外生活の楽しみの一つだと思うんですけど、やっぱり生きていくってなると仕事はしないといけないし、なんですかね、家事とかそういう生きていくのに必要なことはしないといけないですね。長期的な目線で考えると、やっぱり移民っていうのはどこまで行っても移民なんですよね。もちろん永住権を持っていたりとか市民権をね持っていた場合は話はちょっと違くなるのかもしれないんですけど、たとえ永住権を持ったとしても、市民ではないので、またちょっと移民法が変わったりしたら結構それに振り回されてしまうみたいな話も聞いたりします。あとはやっぱりね、言語の壁っていうのはすごく感じます。もちろん私の第一言語はどこまで行っても日本語だし、本当に、もちろんね自分の努力次第で、英語をもうネイティブレベルまで近づけることが不可能だとは言っていなくって、私もまだまだね英語を上達させたいって思ってる身なんですけど、やっぱり心地いいとかじゃあ本当に切羽詰まった時とかにパッて出てくる言葉は日本語なんですよね。それが変わらないなっていうふうに思っていて、オーストラリアって移民の国なので日本で移民として生きるっていうのとはまた本当に違くて、アジア人であることがマイノリティでもなくて、例えばなんなら移民の数の方がオーストラリア人よりも多いっていう現状があるので、だいぶね住みやすい国だと本当に思います。でも現実ね蓋をやっぱり開けてみると、どこまで行ってもビザの問題があってですね、どんなにこの国にいたくても、ビザがないから帰るっていう人は本当にたくさん見ていますし、あとは、最近だと本当にずっとね長く6年くらいかな、多分オーストラリアにいらした方で、でも、結構いろいろ家族の問題とか個人的なね問題でもう母国に帰られるっていう人を目の当たりにして、やっぱり簡単ではないっていうのは確かなので、そうですね、
じゃあずっと沙織はずっとオーストラリアに住んで人生をねここで作っていくんですかっていう問いにはまだねイエスとは言えないようなね状況です。もちろんでもこっちでやりたいこととか挑戦したいことがあるのでここにいたいっていうふうにね思っています。でも中長期的な目線でやっぱりここにいたいな、永住権欲しいなっていうふうには思いますね。でもやっぱり家族に何かがあったら、すぐ帰れるように仕事面とかあとは経済面ですね、自立していたいなとは常に思っていますし、この国でもね強く生きていきたいなと今はね思っております。はい、ちょっと全然まとまってないんですけども、何ですかね、ちょっと悩みを挙げたらキリがないんですけど、日本もオーストラリアも、いい国だからこうやって悩みが生まれるんだろうなっていうふうに思っていて、例えば自国が本当に住んでいてすごく息苦しかったりとかインフラ面とか政治面とかでも整っていないような国であった場合は、そもそも選択肢が本当に限られる、だから悩む必要もないってなるのかもしれないですけど、そうですね、どっちもやっぱり、素敵な国で、もちろんデメリットメリットどっちもやっぱりあるから、自分のねいかに快適にとか前向きにね過ごせる環境を、自分で選べるようにするっていうのはね今やりたいことの一つではありますね。何ですかね、やっぱり人間ってないものねだりなんですかね。日本にいた時はやっぱりちょっと息苦しさを感じてた自分っていうのもちょっと実はいたりしてね、海外に、来てみたら自分が日本人であることっていうのをすごく実感するんですよね。日本にいたらそんなに意識していなかったんですけど、日本人であること、日本語を話していること、日本文化の中で育ったことっていうのがやっぱり自分のアイデンティティの一つであるから、それを大切にしたいし、逆にそれを誇りに思わなきゃダメだみたいな気持ちになるんですよね、海外にいると。で、離れてみて、気づく良さじゃないですけどみたいなのもたくさんね気づくし、日本に住みたいけどでもオーストラリアにねいたいけどみたいな、そういうようなねめちゃめちゃちょっとうざったいような感じの今心境におります。でもいつも思うのが、悩んでるって生きてる証拠だなってすごい思ってて、もうどの人生のステージに行ってもやっぱり人間って悩むんですよね。やっぱりないものねだりもあるし、隣の芝はいつも青いし、だから悩んでるから不幸とかっていう風には考えないようにしてて、生きてるって証拠だな、前に進もうとしてるって証拠だなっていう風にね考えるようにね、したいなしていっております。あとそれこそ年末に嫌なことが立て続けで起こって、これおかしいぞと思って、日本にいるね友達におみくじをね引いてもらったんですよ。そしたら今日だったんですね。でもう全部×みたいな感じで運勢も英訳が書いてあって、ベリーバッドみたいな感じで書いてあって、だから納得ってなって、でも、そういうね嫌なことがあるけど、その分ねこうやってね温かい気持ちにさせてもらったりとか、やっぱり人生はねトラブルとか、あとは幸せなこととかハッピーなことって私平等に起きるって信じてて、なので私みたいにねちょっと
おかしいんじゃないみたいなぐらい不運がね起こったとしても大丈夫です。いいことが、その分いいことが同じぐらい絶対に起きるんで、はい、ちょっと誰って感じなんですけど、はい、そんな感じで、そうですね、海外で生きるということについて、最近、よく考えていたので、それをちょっと皆さんにね聞いていただきたくてシェアしました。どうでしょうか皆さん。はい、ちょっと全然今日まとまってないかもしれないんですけど、最後までもし聞いてくださった方いたらありがとうございます。なんか例えばこれについて話してほしいとかもうあれば本当にウェルカムなんで、はい、ぜひコメントをしてくれたら嬉しいです。じゃあまた次の動画か、このようなラジオかでお会いしましょう。バイバイ。皆さんいつもお疲れ様でした。